はい、今回は対戦動画ではなくて4.10.0のレジェンド・オブ・ルーンテラのパッチ内容を見ていくというだけの動画になります。ちょっとね、試験的にやってみてどんなもんになるかなっていう試しでもありますんでね、台本なしで見ていきたいと思います。早速見ていきましょう。はい、まずは善良なるバーレンですね。あらゆる場所にいるフォーミュラブルを持つ味方に、ヘルスプラス1を付与という能力でしたが、アザーフォーミュラブルアライズということで、バーレン自身にはあらゆる場所バフがつかなくなりました。だからバーレンはアタックする際にはずっと04のままということですね。まあバーレン自体が2体いればまた話は変わってきますが、バーレン単体だと若干使いにくくなる。フォーミダブルに対して若干ナーフが入ったって感じですかね。はい、続きまして先駆のカジシですね。これは能力据え置きでスタッツが22から12、となりまして、たまにアグロ対面で回復効果で活躍してるのも見ますし、そうですね、ジャックス軸あたりにも結構現役で採用されてるカードのような印象あるんですけど、アタックが下がった影響でジャックスのレベルアップカウントがちょっと稼ぎにくくなった程度で、このユニットの場残り性能、ヘルスの高さ自体には手を加えられていないので、アグロに対しての保険としてちょっと刺しておく程度の使い方であれば、何も問題なく運用できそうな気はしますね。で、3枚目は、勝負族の守り手ですね。8マナから9マナに帰ってきました。お帰りなさい。そうですね。やっぱちょっと8マナは軽かったかなって印象ですかね。9マナに戻って、どうなんでしょうね。強さは健在となるのか。数はだいぶ減るとは思いますが、出てきた際のね、盤面の強さっていうのはやはり変わらないので、多少は環境でまだ姿は見るかもしれないですけども、さすがに8コストは軽すぎたなっていうので、妥当な、調整というか巻き戻しだと思います。はい、サミーラですね。以前、フレアの方に、サミーラ自身にしかチャレンジャーを付与できないっていうナーフを受けましたが、さらにナーフですね。フレア自身が1マナから2マナになります。なんと。で、サミーラ自身に、その、召喚時もしくはストライク時にフレアのコストを1下げる効果がつきまして、レベル2だと2下げる効果になりまして、で、状況によっては2ターン目、2ラウンド目サミーラ召喚、2コストフレア召喚、アタックしてクイックアタックが通れば、1マナフレアが作れて、ブロックストライクもしくは次のターンのアタックストライクもう一回通ったら0マナフレアになるみたいな感じで、そのレベル1サミーラだと以前だとね、0コストフレアって作れなかったんですけど、ナーフ、もちろんナーフではあるんですけど、レベル1サミーラの状態で0マナフレアを抱えることができるみたいな、そういう強みも実は生まれてるんで、新しい運用も可能性としてはありますかね。で、レベル2サミーラ2減るんですけど、これ、ニューって書いてあるってことは、このテキストが追加されるってことなんで、これ、レベル2サミーラ自体が生成するフレアはコスト0なのよね、多分。サミーラがレベルアップした状態で1コストもしくは2コストのフレアを持っていた場合、コストをそれを下げちゃうよっていう意味だと思いますね。だけど多分、サミーラレベルアップするときって基本的に手札にフレアないと思うんですけどね。ハンドに抱えて、ね、2コストフレアのケアもできるテキストではあるんですけど、多分これレベルアップしたサミーラの生成するフレアは、ゼロだと思うんで、レベル1自体でね、フレアをそこまで気軽に、ブンブン振り回せなくなったっていうナーフではありますね。サミーラ結構仕置きされてますね。まだ役割ないわけじゃないんですけど、もしかしたらちょっとまた見る機会が減るかもしれないですね。はい、ワイルドファイヤー、ノビですね。ノビが、1マナから2マナになりました。でしょうね。で、最初は2マナで1点、2マナで2点、2マナで3点と、上がっていって、コスト増加はこれ以上は起こらないですね、この調整の中では。環境でちょっとね、
見える伸びアグロなので、まあ、これで若干動きにくくなって、まあまあ、その、パワースパイクが伸びのデッキと被っているデッキは伸びデッキと当たった際に、このマナの増加でね、伸びは何度も打たなきゃいけないんで、そこで、なんとかリーサルが間に合ってっていう場面も増える気はします。はい、次、クラウドワインダーですね。まあ、ニーラ・ジャンナーのパーツとしてね、主に使われているカードで、まあ、クイックアタック持ちでアタックが減ってしまうっていう非常に辛いナーフでありますが、ニーラ・ジャンナのパーツって僕がね、環境のパッチ全体的に見た感じ、これしかなかったはず。この後もしかしたら出てくるかもしれないですけど、見落としあったかもしれないですけど、意外と音がめにしては軽いなってしますね。だから、今後もこれくらいであれば、まあ3マナで次のターン2ドローっていうね、ニーラ・ジャンナのドローエンジンとしての役割は全然果たせるので、まあ、全然、ニーラ・ジャンナ戦おうと思えば全然戦える内容の、まあ、ナーフだと思います。はい、次、潜入捜査官ですね。まあ、イルーシブ・アグロが環境の後半から若干顔を見せていて、そんな中でよくね、この潜入捜査官使われていた印象なんですけども、まあ、スタッツが2-1から1-2になったということで、若干火力が落ちましたが、処理されにくくなりましたね。まあ、1コスト除去をそんな大量に採用しているとこもなくて、まあ、だからこそ何体も出せば、そのうちの何体かは、敵の除去が間に合わなくてイルーシブのアタックが通るっていうイルーシブアグロの強さだったんですけども、まあ、1-2になったことでアイスシャードとかね、そこら辺の全体1点に対しての対抗策というか、まあ、耐性ができたので、まあ、これは、そうね、でもやっぱネクサスに対しての火力が落ちたのは何より痛いか。まあ、これも若干ナーフ気味ですかね。まあ、1-1にならなかっただけマシとしましょう。はい、次、脱走メカスクラップが、ブラッシュ持ちだったのがキーワードなしになりました。まあ、これブラッシュめちゃくちゃ強かったですね。この間のオープンのミラー配信で、66の脱走メカスクラップが出てきて、まあ、こっちのヘクステックハンドラーと合わせて6点、7点、7点で、このね、6コストで召喚した脱走メカスクラップが3回殴って決まった試合があったんで、まあ、そのブラッシュちょっと、やっぱこれ強いよねとは思ってたんですけども、まあ、ここに音がめが入りました。ノーキーワードということで、でもまあ、余ったマナーでね、召喚できる6コスト、ハイマジース軸における6コストスペル、柔軟性のあるカードとしての立ち位置は変わんないので、で、まあ、大きなユニットをね、66サイズの大きなユニットを出せるっていうのも変わらないので、まあ、使用する分にはそこまで変わんない気はしますが、まあ、今後はね、オープンのような、ブラッシュによる6点、7点パンチ連打で試合が決まるってことはもうなくなりそうですね。で、ヘクステックハンドラーですね。3コス33で、グラントプラス1プラス0。これ、あらゆる場所バフのバフ量が減ったということで、これかなりでかいですね。ヘクステックハンドラーを出すことによって、テックのヘルスが上がって除去されにくくなってっていう強みがあったんですけども、これによってもうテックを並べたらもう火力のことしか考えられなくなりましたね。で、ハイマーディンガーがレベルアップしない限りテックのヘルスっていうのは今後、脱走メカスクラップとかもいますけど、7コスト以下のテックのヘルスは基本的に1で固定になるので、1コスト除去がテックには基本的に刺さるという状況になったので、ハイマージェイスを見た際の札としてね、採用するカードっていうものをだいぶ選びやすくなったんじゃないかなと思います。はい、次、イカ様ですね。イカ様、マニフェストはノンチャンピオンカードからピック1 of 2ノンチャンピオンカードっていうことで、これなんか何も変わってない気がするんですけど、これ確か日本語表記が選定するだったんですけど、英語表記でこのピック1 of 2ノンチャンピオンカードっていうのが、悪ふざけと同じ表記なんですよ。これ表記を合わせた実際の挙動はそんな変わんなくて、
表記を合わせた、表現を統一させたっていうようなパッチっていうか調整だと思うんですけど、どうなんでしょう。ちょっと僕の考えは間違ってるかもしれないのでね。有識者の方、もしくは、こういう、本当は、実はこういう挙動だったのがこういうテキストになったことでこういう挙動になったんだよっていうのが分かる方いたらぜひコメントで教えていただきたいです。はい、次、そっくり3の谷、3マナから4マナに変わりました。このカード、だいぶね、いいカードを、いや、日本語の表記直ってくんないかな。ニダリー軸、変化軸の中でね、すごくね、ほぼ全てのカードとシナジーしつつ、動きを強化してくれるね、柔軟性の高いいいカードではあると思うので、さすがにちょっと3マナじゃなくて4マナコスト1上げて、ちょっと腰を重くしようねっていう感じですかね。で、次は、窓足コブラですね。窓足コブラ、ファーストタイム You Summon a Follower から、ファーストタイム You Play a Follower になりました。召喚とプレイ、ルーンテラというゲームにおいてはかなり意味の違う言葉になってるんですけども、ちょっと自分、これによって環境でどう変わるかっていうのはあまり分かってなくて、なんだろうね、ウージュのシモンの疾風、確定でイルーシブのフォロワーを召喚できるスペル、できればフォーカスやバーストで、シモンの疾風からイルーシブフォロワーを召喚、コブラが場に並んでいる状態で、シモンの疾風で、フォーカスでイルーシブ付与をしてオープンアタックをするみたいな、そういう環境、強いデッキがあった時期があったんでしょうかね。それを咎めるためのサモンからプレイという変更なのでしょうか。これはちょっと僕が把握していない環境を見たパッチな気がします。これもまた有識者の方いたらちょっと教えてほしいですね。で、警戒の偶像。1コスト05から1コスト04になりました。で、ラウンドスタートで、自身に2ダメージを付与する効果がありますので、基本的にこの警戒の偶像って割と敵に打点入れられたりしてね、3回分のスポーンを立たせることって意外となかったりするんですけども、実質スポーン回数マイナス1ということで、この1コストで22の触手というバリューになりましたね。これ結構小さいようででかい気がしますね。これのおかげでね、最初に置いたおかげでずっと触手が3ターンの間出てくるっていうの、だいぶ小さいようででかかったので、環境勝率とかにはそこまで影響しないかもしれないですけど、序盤のその安定性という意味においてはね、11の触手が1体出てこなくなってしまったので、割と面白いところをついた調整だなって思います。でも触手軸ってさ、上振れちゃえばさ、でっかいオーバーパワードッカンがあるからさ、その後のね、展開でいくらでも巻き返しようはあるんですけど、序盤のね、安定性という意味では、ちょっと影響あるかなって気はしますね。はい、パイクですね。背景のイラストコア。4コストから5コスト、パイクもしくは、パイクが、変化した水底の吸収が、どちらも4コストから5コストに上がりました。そうですね、潜伏デッキって意外といつの環境でもいるんで、そうね、運による上振れで勝ち負けが決まるっていうのをもしかしたら運営がちょっと嫌ってのちょっとナーフ、使用率を抑えるためのナーフなのかもしれませんね。でも潜伏ってなんかパイクとかレクサイいなくてもさ、レクサイは欲しいか。序盤からレクサイトップ潜伏を決めちゃえば割とその後どうとでもなるんで、その運による上振れによるね、潜伏の勝ち切りっていうのはまだ全然往々にしてね、あり得る可能性はあるんですけども、そこからのね、圧倒しのパイクっていうのがね、若干腰重くなったんで、他のデッキからすると、潜伏に序盤上振られても、ある程度巻き返すチャンスっていうのがちょっと出てきたのかもしれませんね。はい、オーメンホークが能力据え置きで I can block unit with elusive。
強いね。もう鳥に全部これつけようぜ。ダメか。そうね。まあ、その MTG とかでは到達というね、キーワードになってるらしいんですけども、自身はイルーシブを持っていないため、まあ、イルーシブを持っていないユニットにブロックされる、されないは関係ないんですけども、相手のイルーシブに対して咎めることはできるという状態ですね。これ何らかのキーワード化するんかな。でも、キーワードを持ってることによって、うんぬんってのもあるし、ランダムキーワードって到達が出てくる可能性もあるし、外れキーワード。いや、難しいですね。なんかテキストだけでこの効果どんどん追加していくのかな。とりあえず、オーメンホーク。元からずいぶん強かったのに、また強い効果がつきました。フレヨルドバフですね、これはね。強いね。めちゃくちゃ結構強い、今、イルーシブアグロに対しての対抗策でもありますし、このオーメンホークのバフは、だいぶ強いバフだとは思いますね。まあ、これが刺さるデッキ、刺さんないデッキっていうのはもちろんあって、刺さんないデッキに対してはね、全く意味がない、ただの1コス11デッキバフの鳥ではあるんですけど、まあまあ、フレヨルドの序盤の安定性を高めるね、いいバフだと思います。はい、氷の不死鳥の翼ですね、次は。New Enlight Heal your Nexus 3 and Deal 3 to all enemy units instead。7コストスローで全てのユニットに3ダメージという効果でしたが、エンライトすると、ネクサス3点回復に加えて、全てのユニットの3ダメージではなく、相手のユニットのみに3ダメージとなります。これだいぶエンライトマナジウム加速系のデッキにおいては、使い勝手良くなるのかな？どうでしょうね。どうでしょうね。エンライトした後自分の盤面の3点をそんなに気にしたかって言われると、気にするかって言われると多分あんまり気にしない気もするんですけど、まあでもまあないよりかはあった方がいいバフではあって、まあこれによって氷の不死鳥の翼がもしかしたら、採用されるようなデッキが生まれるの、生まれない気もすんな。どうなんでしょうね、これね。はい、次。大河の教習者。これ、大騎馬の教習者の可能性もあるんだけどな。まあ、能力は据え置き、セジュアニの船ですね。召喚時にセジュアニを引きつつ、追撃した場合、デッキの味方すべての攻撃力と体力を2倍にするという強力な追撃効果を持ったユニットです。8コス77が8コス78になりました。これによって、大河の教習者がタイタンの仲間入りします。フレヨルドでタイタンが増えたということですので、これはかなり使いやすくなった気はしますね。タイタン軸でね、タイガの教習者をタイタンとして出して追撃発動していた場合、引いてきたセジュアにも、スタッツが倍になっているのでタイタンになっているので、もしかしたらそこでタイタンの、ね、またコスト低減が残っていれば、タダに出すことができれば、そこからセジュアにもコスト低減で出すことができるので、セジュアにタイタンデッキみたいなのがもしかしたらできるかもしれないですね。はい、次は、おっことのじゃなくて、フレウドのフンヌですね。8コス88で、攻撃力3以下の敵はブロックを行えないというね、巨川版フィアサムの強制的全体適用みたいな効果なんですけども、ニュー、プレイ時にフロストバイトアンエネミーということで、フロストバイトって凍結と無防備を付与するあれですかね。それともこれただの一体凍結かな。ちょっとどっちだったかなって感じなんですけども、プレイ時に一体凍結してくれるようになったんで、置くことじゃなくて、フレヨドのフンヌのね、その、攻撃力3以下の敵はブロックを行えないというね、ブロック負荷効果の適用先を1体確定で増やせるというのはかなり強い運用ができますので、凍結軸なのか、セジュアニ軸なのか、そこら辺のね、フィニッシャーとしての役割がちょっと増えたような気はしますね。凍結させてくれるんで、
と、相手がラウンドを回してくれるんだったら相手のアタックトークンがあるターンに相手のアタッカーの無力化にも使えるんで、そういう意味でも柔軟性はあるとも思いますけど、でもフレウードは3コストで凍結できるんで、凍結するために8コスト使うかって言われるとちょっと怪しい気はしますかね。でもプレイ時効果ついてユニットとしての使用のね、柔軟性が増えたのはいいことなので、これで採用率が増えるといいなと思います。アーサインの強戦士ですね。スタッツが5-3から6-4になったんですけど、アーサインの強戦士さ、自分環境のかなり序盤の方でこいつを使ったデッキ試作したんですけど、スキルまたはスキルをさ、なんかタリアとかそのボリビアのプレイジーみたいな感じでさ、複数同時にスタックするとさ、嵐の紋章をスタックせずに複数枚場に出すんすよね、こいつ。これが、なんかその、スタックが3乗った嵐の紋章じゃなくて、スタックが乗っていない嵐の紋章を3枚場に出すので、めっちゃ邪魔だし、なんか、バグってよくわかんない挙動にあるんで、ちょっとそっちのバグが治ってもらわないと、このアーサインの強戦者は個人的に使えないなって印象ですね。ちょっと、運営がそれを把握しているかどうか。なんか、スタッツがこんなに低いから使用率低いのかなって思ってたんだったら、ちょっと、違うぞってめちゃくちゃ言いたいんですけど、これ大丈夫なんでしょうかね。バグも治ってることになります。パッチが、更新されたら、ちょっとまた試してみようと思いますが、スタッツが上がりました。で、炎を呼ぶものキャプラインですね。4コス32タフだったのが、4コス23になりましたね。で、エレメンタルスペルまたはスキルで自身を鍛錬する効果で、エレメンタルスペルでね、天波とか使うとめちゃくちゃね、2つ一瞬上がったりして、手札と噛み合えばね、かなり、スタッツが上がっていく面白いユニットではあるんですけども、タフを持っているとはいえ、4コストでヘルス2っていうのはやはりちょっと脆かったので、4コス23に変わったことでキャプラインを育てていく方針のデッキというか、構築が生まれてきてもね、結構僕このカードいいなと思っていたんで、これで活躍できたら、嬉しいですね。はい、彩花の使者アタカンですね。帰ってきました。帰ってきたというか、パッチが与えました。アタック時に味方すべての攻撃力と等しい値をこのユニットの攻撃力に付与するという効果が持っていたんですけども、ニュー、プレイ時に Revive the Strongest Z Ally、力尽きた最も強い味方を創生するという効果が加わったことで、プレイ時効果だからね、アタカン自体を蘇生で使い回す方向ではなくて、アタカンを召喚する方向、アタカンをプレイする方向で、使った際に、最も強い味方が、蘇生されたということは、アタックトークンがあれば、なくてもいいのか。エフェメラルついてないからこれなくてもいいのか。10コストで5-2と、もう1体何かを出してこれるのか。これアタカンからアタカン蘇生とかも全然狙えますね。で、アタック時に、その蘇生された最も強い味方の攻撃力を自身に付与してアタックすることができるので、アタカンのフィニッシャーとしての強さがかなり上がりました。環境でアタカンを見る日は果たして来るのでしょうか。はい、残忍な生産人ですね。7コスト74オーバーパワーチャレンジャーから、スタッツが8-5に上がりました。タイタンの仲間入りしたのに加えて、オーバーパワーなのに打点が1上がりつつ、さらにヘルスも1上がってね、チャレンジャーでぶつかった後の生き残り性能、もしくは着地した後の敵の除去スペルに対しての耐性が上がって、単純に強くなりましたね。7コストでね、だいぶコスト重いんですけど、どうなんでしょうね。氷の祠デッキあたりの採用も見込めるかなって気はしますかね。タイタンのデッキの草姿だと入ってくるんでしょうかね。なんかもう、ちょっと構築的に工夫する必要はあると思うんですけども、7コストで8点のオーバーパワーチャレンジャー、決して弱くはないので、ちょっ
としたデッキのちょっとしたびっくり枠として入れると意外と相手の強をつけて面白い働きをしてくれるかもしれないですね。次、忠実なる反逆者。忠実なのか反逆をするのかどっちかわかんないんですけども、オーバーパワーからチャレンジャーに変わりました。3コス3-2で、条件満たすと3コス5-3になるんですけども、まあ、オーバーパワー、打点が上がるのでオーバーパワーでも強かったんですけども、チャレンジャーが付与されて相手の盤面に干渉することができるようになりました。破棄デッキにたまに採用されてるのをよく見るカードで、破棄デッキって攻撃的なデッキなのでオーバーパワーの方がいいんじゃないかって思うんですけども、このカードが暴れていた印象があんまりないので、おそらくバフ寄りの調整と運営は認識しているんでしょうけども、チャレンジャーをオーバーパワーを元から持ってて、そのカードを3枚以上破棄した場合の付与がスタッツに加えてチャレンジャーも付与とかならかなり強化だなって思うんですけど、それはさすがに強すぎるか。3コスで、3コス5-3オーバーパワーチャレンジャーは強すぎるか。これがどうなるのか。でもチャレンジャーで相手の盤面に干渉できる、まあ、システムユニットを咎めることができるハイマリンガーとかね、5点のチャレンジャーで咎めることができるんで、そういった意味では割と相手のやりたいことを一旦潰した上でもう一回攻め手を作るっていうことはできるので、まあちょっと採用してみてどういう風に刺さるかっていうのは確かめてみたいカードかもしれませんね。はい、次。明治狩りの長、エルドレッド卿が、new. When an ally survives damage, grant it 11ということで、そうね。まあ、かなり役割を持ちましたかね。まあ、自称軸でももちろんそうですし、単純に横並べデッキの、まあ、アタック、攻撃的な方向性でも強いですし、アタックする際にアイスシャードとかさ、デスロータスみたいな、そういうスペルを組み合わせると、まあ、全体にタフを付与しつつ、全体に1ダメージなので、0ダメージ、タフで0ダメージになりつつ、0ダメージを食らって生き延びた判定になるので、そのままプラス1プラス1のバフをもらえますので、明治シーカーに登場してきたエルドレッド卿ですが、ルーンテラの方では全く見なかったので、このバフによって割と役割は持てたと思うので、このカード単体ではまださすがにね、活躍は見込めないんですけども、状況によっては非常に強力な盤面を作れる可能性もあるので、もしかしたらエルドレッド卿、どうだろうな。どうだろうな。エルドレッド卿を出すんだったら、でもやっぱティアナ・クラウンガードでそのまま雰囲気しちゃった方が強いんじゃないかっていうね、強固な盤面があるんだったら、ってなっちゃうからな。まあ、自称軸系のデッキ、フレユルドやノクサスあたりと組んでもしかしたら強くなる、強い盤面を作れるのかもしれません。まだちょっと、このテキストだけじゃちょっと難しいですね。本人が8コストっていうのがちょっと難しいですね。さあ、同じく8コストのザ・クロックハンド、時計の番人ですね。8コス7から8コス88でタイタンの仲間入りをしました。巨神の死闘からこれでまたこいつも出てくるわけで、召喚時にね、セツナの100年を2枚生成してくれまして、まあそうね、時計の番人自体を採用することっていうのはあんまりなくて、なかなかこのスタッツが1上がっただけだとちょっと、11上がっただけだとね、採用を踏み出せなくて、まあ、巨神の死闘から出てくるね。出てきた際にセツナの100年2枚生成するねくらいしか言うことないんですけど、まあなんか見た感じね、こうやってタイタンを増やしていくような調整が多く見られるので、運営としてはいろんなカードにね、活躍の場を持たせようとしてるんだとは思います。もしかしたら、フレウド・シュリーマのタイタンデッキが生まれるのかもしれない。フレウド・シュリーマのタイタンデッキって言ったらまあ、奴隷兵か。奴隷兵だったら時計の番人積んでも強いか。もしかしたらありかもしれない。乞うご期待。
はい、次はイグゾーストですね。1コストフォーカス、ラウンド中敵1体にマイナス2、攻撃力マイナス2と無防備を付与という効果で、フォーカスからバーストに変わりました。これは明確なバフですね。単純に使えるタイミング増えまして、コンバット中にマイナス2、コンバット中は無防備付与は意味ないんですけども、単純に1コストで攻撃力をマイナスに付与することができるというね、サモンと同じ効果になりまして、サモンのは先見があって、こっちは先見ないんですけど、その代わりに、無防備付与もありますので、フォーカスタイミングと同じではあるんですけども、従来の同じ使い方と、それに加えてバーストタイミングでサモンのようなコンバットの使い方もできますので、これはだいぶ、いい強いバフだなと思います。イグゾーストっていうこの単語はね、リーグオブレジェンドのサモナースペルでもありまして、他にもゴーストとかテレポートはないか。あと何あるっけ？サモナースペルってそんなにまだこっちに来てないよね。もっとイグナイトとかさ、バリアーとかフラッシュとか、いろいろ来てほしいんですけども、だから個人的にはそういうドル原作にあるものなので、ちょっとこういう優遇されているのは個人的にはちょっと嬉しいですね。はい、続きまして、一つの願いですね。10マナから9マナになりました。スロー9マナ。氷の世界と同じポジションに来ましたね。ただし、全体リコール、味方が1体、少なくとも1体いないと使えないっていう条件はありまして、で、リコールなんで、相手の盤面のユニットのコストが低かった場合、そのまま出し直されてしまうっていうリスクや、これは氷の世界でも同じだったんですけど、相手に召喚時効果があれば、その召喚時効果をもう一度使わせてしまうリスクと、召喚時効果ではなく、プレイ時効果、手札に戻してしまうので、リコールさせたら、プレイ時効果ももう一度使われてしまうというね、結構リスクが多い全体除去札ではあるんですけども、刺さる時にはめちゃくちゃ刺さるカードだとは思うんで、10マナってのはさすがに重すぎて、氷の世界があれだけね、活躍できていたので、もしかしたらこの9マナになったことで、でもアイオニアってな、後半に持ち込んで明確に火力出しやすくなる状況ってあんまりない気もするんですけど、他の地域と組み合わせてみてですかね。今後の活躍に期待です。これも。マナー低減っていうのは単純に強いので、これによって新しいデッキタイプが生まれてくれることを願っています。やっぱ環境がね、動いてくれると楽しいからね、この中でゲームしてて。さあ、アーリー。レベルアップ条件が6体から5体に下がりました。アーリー自身が場に出てなくてもいいので、達成しやすくなった単純にバフではあるんですけども、ニコス2、3だった頃が単純に強かったな。やっぱヘルスが3っていうのがやっぱ個人的にすごく偉いと思っていて、レベルアップ条件が緩和されたことでレベルアップ着地、ニコス33で着地できやすくなったっていうのはとてもいいことですね。これでどうでしょうね。これもまだ何とも言えないですね。なんかアーリー、そもそも環境であんまり見ていなかったカードではあるので、そこにバフが加わったことによってデッキタイプのデッキパワーにどれだけ影響を及ぼすかっていうのがあんまり予測できないんですよね。この一つの願いのバフと合わせてどうなるかっていうところで、次の森の子たちですね。これは効果据え置きで、加えて、2マナで、結構ライオットが最近ちょっと出してきてる、マナを使い分けて使える効果ですね。2マナで味方をリコールさせる。もしくは8マナで従来の効果を使うという変更が来ました。これもアーリのレベルアップ条件の、そうね、追い風になりますし、森の子たち、味方をリコール、味方じゃなくてもいいのか、ユニットをリコールさせていないと使えないし、そもそも8マナって重いしって話だったので、序盤で手札に来てしまった際に、ちょっともったいない気もしますけども、状況が有利になるのであれば、2マナでね、
味方をリコールさせて、テンポ、有利を築いていくっていう使い方も多分できると思うんで、アーリーのレベルアップ条件緩和に加えてね、かなりリコール軸として、小回りが効くような調整になったと思います。でもリコールっていうのは基本的にアドが取れない、カードゲームにおいてはね、アドを取ることが難しい効果ではあるので、相手をリコールさせてもさ、もう一回マナを払えば出せるからさ、そのユニットをね、ゲーム上から消しているわけではないので、こうね、リコール軸っていうのはプレイングが難しいテーマではあるんですけども、小回りが効くようになったことで、環境で頑張ってほしいです。はい、次は、ゾーンの D はですね、8コス7号から8コス8号になりました。タイタンの仲間入りですね。これはまあ巨神の死闘から出てくる外れ枠ですね。8コスで8号、まあ、スタッツが8号でね、88が出てきてほしいタイミングでヘルスが5ですし、クレイジー効果なので、巨神の死闘からこのユニットが出てきても、全体に1点もしくは3点を与えてはくれません。ただまあ、このバフによって、なんかゾーンのディーバが使われるようになるってこともないとは思うんで、まあまあまあ、なんだろう、巨神の死闘のバリューを落としに来たって感じですかね。次、10への問いかけ。ロッコストバーストで、味方1体のヘルスを全回復して、そのヘルスの値と同じ値まで、攻撃力を成長させる、っていう効果だったのが、スローっていうタイミングがスローになり、効果対象が味方1体ではなく、すべての味方になりました。これによって、なんでしょうね。どうでしょうね。個人的にはこのカードを、ノーチラスとかに使うの好きだったんですけど、味方全体、だからデッキ構築自体を、体力が高いユニットで中心的に固めた上で、このカードを使って一気に全体をムキムキにするっていうコンセプトのデッキ、非フォーミダブル型であればね、攻撃力が上がることに意味があるので、出てくるんでしょうかね。まあ、デッキをちょっとこのパッチが来たら、実際に組んでみていろいろと試してみたいとは思う。ちょっと面白い更新だと思います。次は、無視なるジェムクラフター。スペルをプレイするときに、手札のランダムな味方1体にプラス1プラス1を付与という効果据え置きで、スタッツが3コス23から3コス33になりました。フィア様をブロックできるようになったっていう感じですね。まあ3コス33のね、標準スタッツは基本的に偉いので、まあ気兼ねなく出しやすくなった感じですかね。でもまあこのカード自体結構運用難しくて、ランダムだし、スペルを使わなきゃいけないし、スペルを使わなきゃいけないのにハンドにユニットもいなきゃいけないし、でね、結構ね、使う状況難しいカードではあるなとは思っているんで、もうちょっともっと抜本的ななんか構築の見直しをした方がいいかなって気はしますね。なんだろう。ゲームクラフターがその特殊な状況、ハンドにユニットもスペルもある状況で考えつつやっちゃうと、なんかジェムクラフターをメインにしたデッキ構築みたいになっちゃうんですけど、ジェムクラフターをメインにしてしまうと、それ以外になんか戦い方が何もなくなってしまうので、ジェムクラフターって割とそのちょい役なんかちょっと場に出てユニットとして使い潰しつつ、その時にスペルをちょっと使うからそれでバフしてくれたらいいなくらいの使い方ができればいいなって思ってたんですけども、それにおいて3コス23っていうのはスタッツが貧弱だったので、だからそういう意味では3コス33になってくれたっていうのは、さっき僕の言ったような使い方がしやすくなったのかなって思います。だからまあ主役にはなれないけども、割といい脇役として活躍してくれるんじゃないかなと思います。はい、次。ブラッシュギャンブラー。強気なギャンブラーですね。こいつブラッシュギャンブラーっていうんだ、英語名。キーワードなかったんですけども、ブラッシュギャンブラーにブラッシュがつきました。いやー、今まで、ブラッシュギャンブラーなのにブラッシュじゃなかったんだね。これはつけてもらってよかったですね。長い伏線回収でしたね。
で、まあ、強気なギャンブルはアタック時効果を持ってますんで、まあ、アタックする際に活躍してくれるキーワードがついたということは、アタック時効果が複数回発動できる可能性ももしかしたら生まれてくるかもしれないんですけど、どうなんだろうな、ブラッシュギャンブラー、強気なギャンブラー。ブリーティングで2枚ドローは強いけど、プレイ時に2枚破棄だもんな。ブラッシュがついたことで、まあ、低ヘルスでありながらも、アタックが高かったやつにブロックされて、瀕死になっちゃうっていうことがなくて、相手に、ヘルス3以上いないから殴っちゃえみたいな、そういうアタックできる機会が増えると思うんで、まあ、そうね、まあ単純に本当にブラッシュギャンブラーにブラッシュついてよかったねって感じですね。はい、メガタスクですね。4コス34から4コス35になりました。うん、ディープか。なんか最近ディープに当たったら、ディープみんななんか僕のデッキを枯らしに来るんですけど、水底の水面の墓穴でさ、水面の墓穴かなわかんないけど。なんかライブラリアウトも基本的に狙ってくるのが基本戦法みたいなイメージがあって、まあ、そういう意味ではね、やっぱ、それまでにネクサスを削り切られちゃうとどうしようもないので、まあ、メガタスクっていうのは結構重要な役割を担っているとは思うんですけども、4コストで4点を耐えることができるユニットになったっていうのはちょっとでかいですね。後半はどうせディープしてっからスタッツ上がるし、これはもう純粋なディープ強化、ディープが好きな皆さんはぜひね、もっとディープを回してください。キングスコート号。召喚時にジャックをドローするようになりました。ジャックの船がジャックの船になりました。今まで本当なんでなかったんだろうね、この効果ね。なんか、この船を、このカードを実装するときに誰も疑問に思わなかったんかな。これ船なのに船じゃねえなって誰も思わなかったんかな。まあでも効果がめちゃくちゃ持ってあるから、これでさらにジャックをサーチしちゃったらまずいっていう、なんか、こう、自制心みたいなのが働いていたんですかね。でも結果的にジャックがね、来れるようになりました。おめでとうございます。次、同種のバブスですね。ニコス13からニコス03アテューになりましたが、バブス自体がマナを回復した際に回復したマナ1につきこのユニットに攻撃力プラス1を付与という効果がありますので、スペルマナがマックスでない限りは、基本的にこのバブスは召喚時にニコス13にはなりますね。アテューンの効果で。だから、単純にスペルマナ1回復してくれるからめちゃくちゃいいバフですね。スペルマナがまたこれのおかげで融通が効くので、何軸なんだこれは。スペルマナ回復時つく。でももう波の条件スペルマナじゃないしな。マナ回復軸のデッキ。要はコインか。ビルジウォーターのコイン軸でバブス。2コストでヘルスが3あるってのは普通に偉いんで、それでアタック、自信、バフ持ち、でもコインがフォーカスになっちゃったから、まあ結構難しいところではあるか。でもバブス自体はね、これだいぶいい調整ですね。で、次。ナックルから生成されるメイコとブルですね。が、オーバーパワー持ちのメイコがブラッシュ持ちになり、ブラッシュ持ちのブルがオーバーパワー持ちになりつつ、6コス66から6コス76にスタッツが上がります。これ、やっぱそうね、バブス倒してコイン軸の強化か。パワーの低いメイコがオーバーパワー持っててね、パワーの高いブルがオーバーパワーを持っていなかったっていうのはやっぱちょっと歪ではあったんで、まあメイコはブラッシュでアタックが通りやすくしつつ、ブルはアタックを上げつつオーバーパワーでブロックされても貫通を狙うっていうことで、まあ全体的にね、ナックルもイルシブですし、フィニッシュ力が全体的に上がったなって思うので、コイン軸からのナックル、メイコ、ブルリーサル、増えるんでしょうかね。まあ、ね、結構ね、ナックルをはじめとしたこのブルーが出てくる奮起の動き、面白いなと思ってるんで、環境でさらに見られるようになると僕は嬉しいですね。はい、教会の番人ですね。このカード見たことない人も多分いると思うんですよね。カードってかトークンなんですけど、9つの命というね、アイオニアの5コストのバーストスペルから出てくるユニットでして、まあ、リコール軸、アーリのリコール軸と合わせてのアタックが1上がる ?33 じゃなくて42。イヤサムブロックとも関係ないし、
なんでしょうね。9つの命採用型のちょっとしたオープンアタックアグロみたいな感じですかね。実際9つの命って、バーストでユニットを2体以上展開できることが多いので、そうですね。意外と相手の盤面が空の時に9つの命で展開してオープンアタックしてリーサルを狙えるような盤面は実は結構あるので、それを見据えてのアグロ方向の採用を検討してのバフなのかもしれません。でもね、対面に僕9つの命を使われたことがないので、これで対面が9つの命使ってきたら面白いですね。はい、次、冒険家ヨードル。効果据え置きで2コス22から2コス23。冒険家ヨードルって過去に悪さをしてお咎めからってなんだっけ、バフがプラス1プラス1だったんだっけバフ効果はね、プラス1プラス0のまま、スタッツが2、3。さっきも言った通り2コストでヘルス3ってめちゃくちゃ偉くて、それで、これヨードルアグロバフか。どうだろう。強いね。このバフは強い。単純に強いバフですね。だってヨードルって基本的に数多いからさ、リソース結構ある方で、小型並べて全体バフしてっていう感じ。ハンド消費もそこそこ激しい方ではあるけど、数並べることが得意なので、やっぱその数並べにバフをかませることができるこの冒険家ヨードルのスタッツが上がるっていうのは非常に強いんで、ヨードルアグロの可能性がだいぶ広がりました。皆さんもヨードルには注意しましょう。そしてサメ使いですね。No longer cost spell mana to summon short tooth ということで、ショートトゥース召喚する際にスペルマナが不要となりました。でもアティウムは据え置きなんだね。これもバフですよね。そもそもサメ使いが使われるかどうかっていう話になるんですけども、ただでさえ使い勝手の悪さを内包していたのはね、使われるかどうかっていう論点においてね、マイナスに働きすぎていたので、これでやっと使うかどうかっていう土俵に上がれたって気はしますが、この土俵に上がった上でさらに使うかという方向に舵が切られるかどうかというのはなかなか難しい話ですかね。君6コストになんないかな、サメ使いくん。はい、次、呪われた墓所。呪われた墓所がこちら、3コストから2コストに、バフされますね。呪われた墓所か。力尽きたね、味方のうち最も強い1体を蘇生させるカウントダウン2ということで、2マナですとランドマーク破壊、冒険家だって、2コストのユニットプラススペルの2で4コストですよね。冒険家で破壊しようと思っても4コストかかりますし、アフターショックでも3コストだったんで、この呪われた墓所が2コストなので、マナ的には敵がマナゾーンしてるんですよね。なので、相手のランドマーク破壊を考えた際には、こっちが1マナ得できるので、お互いハンド1枚消費で。冒険家の場合はユニット残りますけど。そういう意味では、割と出し得なカードになった気はしますね。で、何を蘇生させるかっていうのがデッキ構築のね、面白いところ、そこの要点ではありますので、そっち方向考えつつ、使いやすくなった呪われた墓所、2コストの墓所を使っていくということができそうな気はします。最大摂氏暗黒の時ですね。力尽きた味方のフォロワーのうち最も強い1体のエフェメラルを持つコピーを1体蘇生させて、敵全体にラウンド限定で攻撃力マイナス1を付与。で、付与する効果がエフェメラルだけではなく、エフェメラルとフィアサムを付与するようになります。フィアサムを付与しつつ、さらに敵全体に攻撃力マイナス1も付与しているので、この蘇生されたユニットでのね、ネクサスストライクを狙いやすくなりますね。これだいぶ噛み合った、なんかすごい頭のいいバフですね。このスペル1枚でいろんなことしてますね。だからなんだろうな。オーバーパワーを持っ
っていたやつ、オーバーパワー持ちを蘇生させたらオーバーパワーフィアサムで敵のブロッカーの選択肢も削りつつみたいなことができるんで、ここら辺考えると非常に強そうなムーブができる気がしますね。はい、ティーモです。ティーモのレベル2 We'd now plant a minimum of 5 puff cup、キノコですね。最低でも5個のキノコを埋めるという表記で、これ例えばハウリングアビスから生成されたティーモであったりとか、ティーモがレベルアップした後に相手が皇帝デッキなどで、デッキ内のキノコをゼロにした場合、ティーモのネクサスストライクの相手のデッキに埋まっているキノコの数を倍にするという効果、ゼロを何倍にしてもゼロなので、効果が全く意味がないものになってしまっていたのですが、Now plant a minimum of 5 puff cup。これどういう意味でしょうね。いや、5個キノコを最低埋める。最低これミニマムって相手のデッキにかかってんのかな。だから相手のデッキの中のキノコが0だった場合に、レベル2ティーモがネクサスストライクした場合の挙動がいまいち分かってなくて、だからキノコを5個埋めて終わりなのか、キノコを5個埋めてそれをさらに倍にするのか、5個埋めるだけだった場合、キノコが、相手のデッキにキノコが5個だけ埋まっていた場合、どっちなんでしょうね。もう5個埋めるのか倍にするのか変わんねえか。10個か。じゃあ3個。3個とか5個未満だった場合ってさ、5個埋めるのか倍にするのか。ミニマム相手のデッキのキノコの個数、ちょっとよくわかんないな。でも、ティーモのレベル2の効果が特定の条件か、あれか。あと、天空の方にもありますね。デッキ内キノコリセットが。だからそこら辺に対してメタられていた時もあったんですけども、それに対してちょっと対抗策ができたよってことで、ティーモがちょっと救済された形ですが、ティーモがデスするとね、世界のどっかで笑顔が一つ生まれるので、今後もティーモは駆逐されるといいなと思います。ケインズシャドウステップ、ケインの影抜きですね。4マナから3マナに変わります。で、実質決戦場、ケイン専用の強化版決戦場となりましたね。コストが3になったことで。クイックアタックつくんでかなり強いんですけども。ケインってそんなに環境で見てなかったから、そういう意味でも、そういう意図でのバフだとは思われます。実際、ラーストとかになった場合のこの影抜きめちゃくちゃ強いからな。このケイン復活を願ってのバフだと思われます。寄せ集めコレクション。7コストから6コストに、コスト低下のバフを向けましたね。このカード自体を打つときって結構マナ余ってること多くて、なんかもう他にユニットとか出し尽くしちゃって、もうハンドにこのカードくらいしかなくても、マナを、このカードを打ってもマナがちょっと2とか3余るわみたいな、そういう状況な気はするんですけど、でもその序盤のね、序盤に理想ムーブできて、この寄せ集めコレクションが6コストになったことで、展開してもいいけど、一旦ここで寄せ集めコレクション打てるし打つみたいな、そういう状況ももしかしたら生まれるかもしれないので、可能性が広がるという意味ではいいバフでしょう。っていうか、寄せ集めコレクションにバフが入るってことは、ポータル軸、トラップ軸、あんまり活躍してないんですかね。さっきのヨードル冒険家のバフも入ったことですし、バンドルシティの横並べ軸においてはちょっと、いろいろと構築の試す意味がありそうだと思うのでね、そういう意味でも楽しい、面白いバフだとは思います。はい。で、最後は、これは、調整、アドジャストメント、調整ですね。バフでもナーフでもないよということで、ポータル、パイオニア、ポータル開拓者が、is now ヨードル。ヨードルになりました。バフじゃねえか。サブタイプフュアはバフなのよ。これがさ、なんか、妖精がヨードルになりましたって言うんだったら、調整かなって思うんだけど、サブタイプフュアはこれバフですね。
で、まあ、コールショット。こちらはスローからフォーカスになりました。これは調整ですね。イグゾースト、フォーカスからバーストになったイグゾーストは明らかにバフなんですけど、フォーカスとスローって実は結構役割違くて、これがなんで調整になったかって話をするんですけども、このゲームにおいては相手に手番を渡すことができるのも一つの強みなんですよ。バーストパスっていう今はできないね、古の技があって、これめちゃくちゃ強かったんですけども、なんて言えばいいんだろうね。相手に手番を渡すと、手番を渡すためにはマナーを使ってカードを使わないといけないんですよ。で、相手の手札になんか低コストのカードがない場合、手番を回すためには、パスをするか、パスをしてラウンドを回しちゃうか、マナーを払ってユニットとかスペルを使うしかなくて、そうすると相手からすると、後出しランキングができるんですね。パスするんだ。じゃあこっちもパスするね。このラウンド一旦終わりねってできたりとか、じゃあもうそのマナ使ったから残りのこのマナだとあれとこれの選択肢はないからこの動きを自分はできるねみたいな感じで、後出しランキングができるっていうのが、強くて、バーストパスの強みっていうのは。それができなくなって、バーストとフォーカスを使ってパスした場合、普通にパスしたのと同じ判定になっちゃったので、フォーカスパスっていうのも、意味がなくなってしまったので、で、2コストスローで、2コストで1枚カードを引きつつ、相手に手番を渡すっていうのは、意外とね、相手の出方を伺う意味では、結構意味のある動きだったんですけども、それができなくなってしまった。しかし、フォーカスですので、相手に手番を渡すのは良し悪しですね。相手に手番を渡さずに、2コストで1枚ドローしつつ、なお自分の手番であるということは、もちろん強みではあるので、強みもあれば弱みもあるよねという意味で、これは調整となりますね。コールショットは単純に生成されるパラレルトラップがめちゃくちゃ強いんで、そういう意味で採用しやすいカードですので、全然これによって採用されなくなるとかはないと思いますね。いい調整だと思います。はい、いかがだったでしょうか。長々と、録画時間的には1時間以上話してますね。もうめちゃくちゃ疲れた。普段の配信より疲れたわ。全然その環境、ランク上位とかで戦ってるようなプレイヤーじゃなくてね、自分でデッキ好きなようにこねくり回して遊んで、その風景を動画にして投稿して遊んでるだけのプレイヤーなんで、一部的外れなこととか言ってる可能性もありますが、そこら辺はちょっとご容赦してね、こういう風にルーンテダー遊んでるプレイヤーはこのパッチにおいてこういう風に感想を持ったんだなみたいなね、そんな感じの、気楽な感じで見ていただけると嬉しいですね。楽しんで見てもらえると思います。一応、初の試みでね、これを配信でやるか動画でやるかみたいなのもちょっと考えたんですけども、一旦動画でやってみようかなって思って。で、動画のもちろんその反響というか、需要というか、どういったものなのかっていうのを僕もまだ掴みきれていないので、これがめちゃくちゃ意味のないことである可能性もありますし、一旦これを、もう録画を終えて、編集して投稿してみます。ご視聴ありがとうございました。ではまたまた。普段の動画、投稿したルーンテア動画の方もよろしくお願いします。というわけでありがとうございました。お疲れ様です。